はい、じゃあここにはですね、もうベースのカラーはなしでクリアでやっていきます。でまずですね、さっき作ったカラーの前にこれもアート用の白の鬼ライナーですね。これでアジサイの花びらをこの爪先あたりに固めるように描いていきます。この時も私インパクトのフラットアートブラシ使っていきますね。小さめの、花びらを重ねてアジサイのボール作っていきます。まず描いていく手順としては、まずちょっと主役になる、ちょっと多いです、花びらをまずここはちょっと丸めに作ってみようかなと思うので、まず一つのお花を描きます。はい、こんな風に描いてもらったら、これを中心にですね、花びらを足していくので、アジサイのお花って小さいお花が重なり合ってボールみたいな感じになっているので、重なっている感じを表現していくのに、まず今のこの中心になるお花ですねを描いていただいたすぐ隣、斜め上か斜め下ぐらいのところにですね、バランスを見ていただいて、少し小さめのお花を描いて、そしてまたさらにこの中心のお花に対してですね、下にちょっと入り込んでいるような感じで3つの花びらを足していただいてという風に描いていくといいです。あとはバランスを見ながらボールになるようにですね、花びらを足していきます。こんな風に描いてもらったら、あとはこれでもいいんですけれども、花びらを単純に描き足してでもいいんですけれども、こういったドット棒を使ってもらって、本当にもうアジサイってね、ボールみたいになってるんで、その隙間をですね、こういったドットでこんな風に持ってってもらって、ちょっとボール型をですね作ってもらうのもいいと思います。ところどころこうやって真ん中空いてる隙間のところとかにですね、ドット棒でドットを入れてあげると、いっぱい本当に重なっているのがね、アジサイなので、その表現がドット棒でできるので、こんな風にやるのもありです。こんな感じですね。じゃあこれで硬化します。もうちょっとごめんなさい、丸みつけます。はい、こんな感じにできたら、次にさっき作っておいたこのピンク紫のカラーを上からここの部分にですね、色を入れてきます。もう本当に丸を描くような感じで、こんな風にもまず全体塗ってもらって、よいしょ、本当に丸描く感じでいいですよ。でこんな風にやってもらったら、もうこれだけに使っていくピンクパープルなんですけど、この元々のこの71番、この濃いカラーをこのお花の一つ一つのお花の真ん中にこの状態でちょーんと入れてきます。ちょんちょんちょんと入れてきます。今引いたカラーを硬化していないので、ちょんちょんと置いていくだけでジュワンとぼけていきます。で筆ですね、拭ってもらって、このままジュワーンとなる感じでもいいんですけども、ところどころちょっとこんな感じで、tie dye柄みたいな感じでトントントンと、なんかもう点みたいになっちゃうとちょっといまいちなので、ちょっと濃いのが入ってるかなぐらいの感じになるといいので、この点自体もこんな風にぼかしてあげるといいです。これだけですごく引き締まってきましたよね。じゃあこれで硬化します。はい、じゃあこれでトップジェルコーティングします。これもしっかり光のラインが通るようにコーティングしていきます。爪先にアートをした分、爪先のところに厚みが出ているので、爪先だけが分厚くならないように、この光のラインを作るこのジェルを足すところですね、ここの部分でここからプレートの部分に、根元の部分ですねにジェルを動かす感じで光のラインを取っていくといいです。でこのままちょっと後ろに向けてもらうといいかな。
で若干この後ろに向けてもらう時も根元寄りにジェルが寄った方がいいので、爪先を上に上げるような感じで下向きにしてもらうといい感じに光のライン通ってきます。はい、硬化します。はい、硬化が終わったら未硬化ジェル拭き取ってもらって形整えていきます。今回のように爪先にかけてアートをしていった場合ですね、爪先に厚みが出ているのでボッテルしている場合はしっかりとですねこの段階で削ってあげてください。はい、じゃあここからさらにこのアジサイのところにですね立体感をつけていくので、アイシングジェルでこの花びらを上からですねなぞって膨らみを出してみたいと思います。これさっき雫を作ったIBD のハードジェルとかでもいいんですけれども、こういった細かいのをやっていくときはアイシングジェルの方が、アイシングジェルは本当にじわーっとなる感じがないので、細かいものにも適していると思うので、こういった細かいものはアイシングジェルを使ってもらうといいかなと思います。ちょっと面倒なんですが一つ一つ、しっかりとこうのせようっていう感じじゃなくても、だいたいその花びらの上っていう感じでのせてもらえばいいです。花びら一枚一枚に丁寧に置いていくんですが、隣同士がくっつかないようにだけ気をつけてあげてください。はい、こんな感じです。で、硬化していきます。はい、じゃあここにもせっかくなんで雫を入れていきます。せっかくなんで今回はアイシングジェルで大きめにやってみたいと思います。こういった雫を表現していくとき、前回は IBD のハードジェルを使っていったんですが、やっぱりハードジェルの方が透明感があるのでハードジェルを使っていただくといいんですが、まん丸以外にこういうちょっと雫の形にしようとか、何か作りたい形があるときはやっぱりアイシングジェルの方が作りやすいので、アイシングジェルで作っていただいて、上にですねまたツヤ出しなどのトップジェルですねコーティングしていただくとツヤ感が出てきますので、そんな風に使い分けしていただくといいです。アジサイのお花に膨らみをつけて立体感を出していったので、こんな風に水滴をイメージしてですね膨らみつけるととっても可愛いですよね。こんな感じです。はい、硬化します。はい、こんな感じです。アジサイのお花自体をちょっと立体にアイシングジェルをつけて膨らみを出してみたんですけれども、これもすごく可愛らしくて、この雫も映えますよね。可愛い。今回はこんな風に爪先にかけてアジサイのお花をぷっくら入れていたんですが、これにですねさらにこの右端と左端のところにですね葉っぱとかをつけていただいて、それも立体にしていただくととっても可愛く仕上がってくると思います。細かなお花にはなるんですが、細かいアートとはまだちょっと違って簡単にですね描いていくことができて、ぷっくらさせていただくだけの簡単なアジサイデザインになりますので、ぜひ一度やってみてください。続いて我が家のちょっとした出来事です。捕まり立ちをして行動範囲が広くなった我が家のちび息子。この日も机の周りをぐる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 回っていたんですけれども、おてんばした娘のレゴブロックのこのプレートなんですかね、これが下に置いてあって、その上に足を置いてしまったようで、きっと足つぼ的な感覚になっていると思うんですけれども、痛いよ痛いよというような感じで泣くんです。どけばいいのにその場で泣く。たまたまあったレゴブロックのプレートを踏んだだけの話なんですけれども、ちび息子的には罰ゲームのような感覚になっていたんでしょうか。痛いよ痛いよと一生懸命訴えてくるこの姿が何とも面白かったです。そしてまだまだ一人で歩くことはできないんですけれども、生まれた時に出産のお祝いでいただいたこのミニバイク、動くことはできないんですが、バイクにまたがることはできるようになったんです。今にも動き出しそうな雰囲気はすごく出しているんですけれども、まだまたがっていることしかできないんです。
このミニバイクをいただいた時は1歳ぐらいからっていう風に書いてあったので、まだまだ1年先かっていう風に思っていたんですけれども、気がつけばもう来月には1歳、またがるまではできたので、動き出すにはもうあと1ヶ月ぐらいはかかるんでしょうか。また動き出したら動き出したで家中大変になりそうなんですけれどもね。本当にやっぱり男の子っていうこともあってか、わんぱくさが増してきたんですが、先日は私が旦那に子供たちを見ててもらって仕事に行っていた時の話なんですけれども、おてんばした娘が食べ残したロールパンケーキですかね、それを片付けろよというふうに言われていたんですけれども、机の上にこう出しっぱなしにしてあったみたいで、気がついた時にはもうそのロールパンケーキをむさぶり尽くしていたみたいなんです。離乳食もご飯も本当にもりもり食べるちび息子なので、今食に関してはもう全てがこうなんかもう目新しいものばかりみたいで、もう意欲がすごいんです。この動画を仕事中の私に送られてきて、もう私的にはちび息子がこれを食べてしまったということよりも、この散らかし加減にびっくりしてしまいました。どんどん成長していくのは嬉しいことなんですが、本当に目が離せないって大変ですよね。おてんばした娘に続き、おてんばちび息子になってしまうのでしょうか。この2人がコンビになったらもうきっと強烈なので、今から考えると恐ろしいです。以上、そんなこんなの我が家の大変な出来事でした。今回も最後までお付き合いありがとうございました。